いい感じに命中しています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は戦闘機を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、クリエイティブモードを利用して、さらにいい感じに戦える強い飛行機にしてみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。前回作ったヘビーマシンガンを乗り物に乗せて撃っても壊れないように、松木りの焦げ加減を調整して連射速度を遅くしておきます。ちょうどいい感じの焦がし加減にすることで、このくらいの連射力なら乗り物が壊れることもなさそうです。ではここからは戦闘機の移行機部分を作りましょう。地面に生えていた木が邪魔だったので、巨大なグリーンスライムや火薬の爆発を利用して吹き飛ばしておきました。でもこうやって整地すると破片のせいで動作が重くなるので、あまりおすすめできません。とりあえず広いスペースができたので、正確に古代の軽量プラスチックを使って白いプロペラを作りましょう。軸の角度は30度くらいにして、32枚重ねた羽を左右2枚ずつ合計128枚の軽量プラスチックの板を使ったプロペラになりました。左右のモーターを逆回転させることで反作用を防いでいます。こちらを8本のバッテリーで動かすと回転数は 169rpm でした。ここで試しに水晶を使って断続的に電気を流すと2センチの厚みの水晶で平均 100rpm くらい、3センチの厚みの水晶で 90rpm くらい、4センチの厚みの水晶で 80rpm くらいと回転数を遅くすることができました。PWM 制御というやつですね。この仕組みはまた別の乗り物で使うとしましょう。そしてモーターを使ってスイッチを切り替えるという実験もしましたが、思ったより不安定なので、これも今後調整して実用化しようと思います。それから機銃に通電して発射する仕組みは、トランジスタと水晶を組み合わせることで左右の機銃に交互に電気を流す仕組みを作りました。これで左右バランスよく機銃が撃てるようになるはずです。早速機銃をセットして試してみると、なるほど、均一なタイミングではありませんが、ちゃんと交互に撃つことができています。でもその時の爆風で操縦席やプロペラが壊れてしまったので、木の板を使って補強しましょう。こうやって火薬の当たる範囲を塞ぐことで、木がダメージを受け止めてくれるので、操縦席とプロペラは無事でした。軽量プラスチックは草よりは丈夫と言っても、弱い素材には違いありませんね。ここから手で持ちやすい場所にトリガースイッチを2つ配置して、そこから機銃とプロペラに配線を伸ばすことで、左手のトリガーでプロペラを、右手のトリガーで機銃を撃てるようにしました。地上で止まった状態であれば、プロペラを回しながら撃っても問題なさそうです。あとは空を飛ぶために必要な翼を追加していきましょう。古代の軽量プラスチックはクリエイティブモードであれば好きな大きさで生成できるので、大きな羽を4枚重ねた主翼を取り付けたら、後ろに水泳尾翼と垂直尾翼も追加しましょう。これで翼は付け終わったので、早速乗ってプロペラを回すと、前に進んでいますが、飛び出す気配がありません。そのまま前の木にぶつかって、機銃を暴発してしまいました。威力が足りないと思ったので、主翼の枚数をさらに4枚ずつ増やします。しかし、この状態でも、
まだ飛び立ってくれません。どうやら、前につけた機銃のせいで、重心が前に傾きすぎて、上昇できなくなっているみたいです。そこで、水平尾翼を後ろに伸ばして傾けて、バッテリーも10本に増量。プロペラの枚数も20枚ずつ増やして、合計208枚にしました。これならどうでしょうか。操縦桿をなるだけ上に持ち上げると、ようやく離陸してくれました。真っ白の色は今までなかったので、なかなか新鮮です。ではこの辺で、機銃を発射してみましょう。ダメですね。機銃発射と同時に壊れてしまいました。大量のパーツが一気に壊れるので、処理落ちが激しいです。もう少し安定するように、さらに改良しましょう。重心を後ろに下げるために、機銃の燃料を細長い形に変更したら、操縦席の前に狙いやすい照準器を取り付けました。これなら狙いやすくなるんじゃないでしょうか。そのまま飛びながら連射するのではなく、一発ずつ撃ってみると、これなら壊れずに撃てました。低速の状態であれば、トリガーを長めに引いて、少し連射するのも問題ないみたいです。そしてそのまま木にぶつかって、壊れてしまいました。今度は遠くの木を狙いましょう。よし、命中しました。空から狙えるのは強いですね。でも、結構な確率で、発射時に壊れることがあるので、あまり信頼できる兵器ではありません。カメラを固定して、旋回性能を確認すると、バランスを取るために、縦にも横にも長い構造をしているせいか、かなり大きな旋回半径を描かないと、戻ってくることができません。機動力にはあまり期待できませんが、白い翼で飛ぶ姿は、なかなか美しいです。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。左のトリガーで電源を入れると、すぐにプロペラが回って、離陸してくれます。その時の速度は秒速7メートルくらいで、空を飛んでいる時は、風によって大きく速度が変わりますが、だいたい秒速9メートルほど出るのは確認できました。そして、右側のトリガーを引くことで、機銃を撃てます。一発ずつ撃つと、いい感じに命中しています。でも、機銃を撃つとバランスが崩れやすいので、そのまま墜落してしまうことも結構多いです。それでは最後は、戦闘機に乗って、なるだけ遠くまで行ってみましょう。斜め上からの視点にして、しばらく進むと、追尾レーザーに当たって、やられてしまいました。これだけ大きいと避けられないみたいです。気を取り直して、もう一度飛んでいきます。今度は安全なルートをたどって、なるだけまっすぐ進みましょう。そして、この世界は縦横4倍のスケールにしているので、かなり高い山の上を追加しようとしたとき、氷に接触して、不時着してしまいました。ちょうどいいので、ここをゴールとしましょう。それでは、たくさん空から機銃を撃って疲れたので、セライムを召喚して、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、戦闘機さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエス